はい、じゃあ今回はね、AI モデリングの解説やっていきたいと思います。で、今回作っていきたいと思っているキャラクターが、こんな感じのうさぎ型のキャラクターですね。それをこんな感じの 3D モデルに仕上げていきたいかなと思います。はい。で、ただ AI で生成するだけだと、こういうメッシュがぐちゃぐちゃだったりして、こういうアニメーションとかがね、難しかったりするんですけど、一応、このぐらいの簡単なアニメーションは、できるくらいは目指していこうかなと思います。はい。で、AI モデリング、何パターンか作り方あって、結構そのトリポとか、ブレンダーを行ったり来たりして、工程が増えて大変だったりするんですけども、意外と作業自体は、一つ一つの作業自体は結構簡単です。はい。その工程もショートカットしようと思えばできるところもあるんですが、そうすると結構再現性が下がってくるので、今回はね、安定ルートでいきたいと思います。はい。ちょっと時間がかかっても、工程が増えても確実にできるパターンでやっていきたいと思います。っていうことで、で、これか。ワークフローをざっくりまとめたものがこれなんですが、まず最初に一番大事なのは画像生成ですね。で画像生成して、トリポでハイポリモデルを生成して、それをブレンダーでスカルプトで修正して、でトリポでローポリ化するか、またはこれ、ブレンダーでローポリ化するかのパターンもあるんですけど、ローポリ化して、ブレンダーでメッシュを整えて、リトロポジして、で、テクスチャーを入れるんですけど、テクスチャーを入れる前に UV 展開をしないと、AI で生成した UV はぐちゃぐちゃなので、UV 展開して、で、テクスチャ生成。多分今回はこっち使わないですね。テクスチャベイクパターンは使わないかなと思います。トリポでテクスチャ生成して、それをブレンダーに持っていってテクスチャーペイントで修正して、最後リギングしてっていう流れになるかなと思います。はい。っていうことで、頑張ってやっていきましょう。工程は大変ですが、技術力とか、ブレンダーのテクニックみたいなのは求められないので、手順通りにやれば誰でもできるかなと思います。っていうことで最初画像生成の話ちょっとしていきましょうか。で、画像生成はかなり時間がかかるところなので、あらかじめもうやってあるんですけど、最初のイメージボードはこれですね。はい。これはチャット GPT で生成してます。で、こんな感じで、このキャラクターの設定とか性格とか、なんか他のキャラクターとの関係性とかいろいろ決めていって、種族とかね、いう感じですね。結構細かい性格とかの設定を加えていくと、どっかしらでそれを反映してくれてるんで、結構こういう設定追い込んでから画像生成していくとうまくいきやすいかなと思います。で、これで、これが通常モードのビジュアルですね。はい。で、これでキャラ決定しましたよっていうことで、今度はトリポで生成するための画像を準備していくという段階ですね。まずはこういう服を着ていない状態の。で、ポーズも A ポーズか T ポーズ。で、真正面を向いている画像を準備すると。はい。で、この画像のポイントなんですけど、こういうデフォルメキャラで T ポーズにすると、結構腕を下ろした時に、なんか肩幅が結構いかつくなっちゃったりとかするので、ちょっと人間離れしているキャラクターとか、デフォルメキャラは A ポーズで、形作っていった方が、画像との見た目の差は生まれにくいかなと思います。結構 T ポーズで作ったら、腕を下ろしたら結構違うぞっていうことはありますんで、どっちでもいいと思いますが、A ポーズの方が、そういうズレは少ないかなと思います。はい、で、この 2D の画像だと 3D、トリポで生成するの難しいので、今度これをリアル調にしていくと。これは、陰影がわかりやすいようにクレイスタイルにしてとかいう指示をすれば、こういう画風にしてくれます。はい、これだったらうまく生成できると思いますね。トリポで。はい。で、そしたらですね、今度頭のマルチビューと体のマルチビューを別々で生成していきます。一緒にやっても、生成には成功すると思うんですけど、後でサイズ調整したりとかしづらくなっちゃうんで、別々にやっていった方が手戻りが出にくいかなと思います。で、あ
と、ちょっとこのキャラクターにおいて気をつけたとこなんですけど、こんな感じで、これ耳が頭にくっついちゃってると、多分これ生成するときに、この辺繋がって生成されちゃうので、こんな感じで頭と耳くっつかないように気をつけてっていうのを指示した上で画像を作ってます。はい。最終的なやつはこれですね。頭とちょっと隙間が空くようにっていう指示をした上で、こんな感じでやってます。そしたらここは繋がってるけど、この辺はちゃんと分離された状態で生成できるかなと思いますね。で、僕の場合はさらに、この眉毛とかも分離して生成してますね、画像。はい。これがサイドビューで、これが正面の眉毛ですね。はい。多分この2枚あれば、眉毛の生成成功するかなと思います。経験上。で、これがまつげですね。正面からの絵。これが側面からのまつげの絵。これが鼻ですね。はい。鼻すら自分でモデリングしないっていうね。これ正面、側面っていう感じで。で、多分これマルチビューないと、側面うまくいかないと思いますんで、この絵も必要になってくるかなと思います。で、あとは、瞳は多分これトリポで生成するの失敗するんで、しかも自分で作ってもめちゃめちゃ簡単なんで、ブレンダーで作っていくんですけど、テクスチャーは一応生成しときました。はい、画像。これは使わずにもしかしたら自分で手書きで書くかもしれませんし、これを貼り付けるかもしれないです。一応準備しておいたって感じですね。はい。っていうことで、まずイメージボードを作っておいて、で、それのシンプルなポーズ、A ポーズか T ポーズかの画像を作っておいて、それをリアル調にしてマルチビューの画像を生成しておくと。で、頭だけのマルチビューと、体だけのマルチビューも作っておいて、で、自分でモデリングしたくない人は、眉毛の正面側面、まつげの正面側面、鼻の正面側面も作ってあげれば、ほとんど自分でモデリングする必要はないかなと思います。あとは自分で組み立てるだけっていう感じ。瞳だけ自分で作るっていう感じです。ということで画像の準備が整ったので、今度トリポ行って生成していきましょう。はい、じゃあトリポ来ました。HD モデルで大丈夫です。で、そしたらですね、この左から2番目のマルチビュー画像を使っていきます。そしたらここに入れていきますね。正面、左側、右側、裏面と。この3つを入れておいて、で、テクスチャはこの時いらないので、クレジットもったいないので、切っておきましょう。はい。で、一応、ウルトラメッシュ品質にしといて、で、三角形でよくて、で、ポリゴンももうマックスで OK です。はい。で、AI モデルも一番上の最高品質でいいんじゃないかなと思います。多分これで一発でうまくいくと思う。で、待ち時間があるんで、その間に次のパーツも言っときましょう。ここでやってもいいんですけど、僕はタブを複製してやりますね。はい。そうすると、こっちのこの画像をキープできるんで、生成して失敗した時にもう一回やり直しが聞きやすいです。はい。じゃあここに、次、体入れていきましょう。あれ。正面、左、右、はい、裏面ですね。で、同じ設定、ウルトラメッシュ、テクスチャーなし、三角形、で、テクスチャーいらない、テクスチャーいらないと。はい、30になってれば多分合ってます。これ多分、このぐらいのモデルだったらもっと下げてもいけると思うんですけど、このメッシュのこの品質を下げると、なんか例えばこういう溝になってるところで繋がってなかったりして修正が大変な時があるので、ここは15クレジットをケチらず最高品質でいってもいいんじゃないかなと思います。はい。頭が出来上がってますね。見ていきましょう。
うんうんうん。まあいいんじゃないでしょうか。こっから修正が入るので、ちょっと穴開いてるね。これ元画像に開いてんのか。なんか元画像にちょっと頭模様あるんだね。多分これを拾っちゃって、穴が開いちゃってますね。まあ一応何回か再試行できるので、やっておきましょう。その間にちょっと他の失敗作とか見ていくと、これは頭と耳を離さなかったので、この辺がもうくっついちゃってますね。こうなってると、もう修正するのめちゃめちゃ大変っていうか無理なんで、こんな感じで空間を空けといた方がいいです。体できましたね。まあ体は一発で大丈夫そうっすね。はい。全然問題なさそう。まあ、ちょっと今思っているのが、この画像が元のキャラクターよりちょっと太くなっちゃってるなっていうのがあったんで、まあ、それは最後にね、修正していきたいと思います。はい。生成自体は成功してますね。確定したやつは、とりあえず、コレクションに追加しときましょう。わかりやすいように。じゃあもう一回複製しておいて、マルチビューにしておいて、次は眉毛生成しておきましょうか。正面と、これは右からの図か。この2枚でいけるんじゃないかなと思います。これはスマートメッシュでもいけるかな。これで生成できたらラッキーですね。顔は後からだいぶ修正が入るんで無理なんですけど、とりあえずスマートメッシュで500で生成しておきましょうか。まあ、これでもいいっちゃいいけど、なんか思ってたより平らになっちゃいましたね。まあ、どっちも生成しておきましょうか。HD モデルでも。はい、こんな感じの眉毛。これで良さそう。これで使えそう十分。で、一応こいつはリメッシュしときましょうか。リメッシュだと四角形でいっておいた方がいいかな。四角形の方が後でブレンダーで修正しやすいです。はい、で、一応スマートローポリオンにしておいて、リトロポジーと。ちなみにこの辺はブレンダーでやってもいいです。リトロポジーは。まあ、ちょっとトリポでやるとその分クレジット数はかかっちゃうんですけど、トリポでうまくリトロポジできた方が楽だし、結構綺麗に仕上がりやすいですね。うまくいった場合は。まあ、ちょっと厳しいかな、今回のケースは。ちょっとスマートローポリなしバージョンでもやっときましょう。要はこういうちょっと変な溝が入っちゃってるんで、これを修正してからリトロポジすれば多分綺麗にいくと思うんですけど、この溝ちょっと拾っちゃってるんで、この段階で無理にリトロポジしても失敗するかも。と思ったら意外といけそう。これは使えそうっすね、そのまんま。これ本当は眉毛500もういらないんですけど、この一番下の設定が500なんで、これはブレンダーでもっと少なくしていきましょう。まあ、眉毛はもうこれでいいんじゃないかなと思います。はい、眉毛保存。そしたら頭できてるかな。頭できてますね。さっきよりはこの穴はマシになってますね。この辺は後で埋めれるんで、ある程度残ってても大丈夫ですが、なるべくない方がいいですよね。何回か回しておきましょう。じゃあその間に他のパーツもどんどん作っていきますね。次はまつげ。はい。これはうまくいくかわかんない。結構絶妙な形してますね。とりあえず生成と。この眉毛はね、自分で作っても作れなくはないと思うんですけど、意外とめんどくさいっていう。なんかできそうな気配がありますね。なんとなくこの段階でシルエットがわかるんで、これはうまくいってそう。いいっすね。十分十分。これもじゃあ一応リメッシュしておいて、四角形でポリゴン500でいっときましょう。いいっすね。激アツルート入ってますね、今回は。完璧です。これもちょっとブレンダーでローボーリ化すれば十分使えるんじゃないかなと思います。じゃあ次、鼻。どうしてもここの変な模様を拾っちゃうんで、
画像編集ソフトで先にここ消しといた方が良かったかもしれないですね。多分これだったらブレンダーでも修正することはできるんですけど、で、こういう線とかは余裕で修正できますね。はい。あ、これちょっとなんか嫌だな。この頭の後ろに変な平らなとこがあるのは。なるべく修正は少ない方がいいですからね。なので、生成待ちの間に画像編集ソフトとか行って、修正しときましょうか。暇な時間で。これはアフィニティを使ってます。これ無料で使えますんで、ある程度なら。で、多分今回使っているのはどうなんだろう、無料なんかな。インペインティングブラシツールで、こういうちょっと変なところ消していきましょう。なるべく余計な情報は載ってない方がいいですね。意外とこう細かいとこ拾ってっちゃうんで。そしたらちょっと編集したバージョンの画像でも生成しておきましょう。で、意外と例えばこの最高品質じゃなくて高速とかの方にしたりするとうまくいったりするパターンもあるんで、いろんなパターンを実験してみるといいと思います。うん。鼻は完璧そう。これは。これもリメッシュかけときましょうか。四角形で500でリトロポジー。はい。じゃあ何回か頭生成したんで、この中から一番なんか輪郭とかが可愛く見えてるやつを選んでいきましょうか。細かい修正は最後にもできるんで、あんまり神経質にならずに適当に決めちゃってもいいと思いますが。この目の位置とかはね、ここで決まってきちゃうんで、結構ね、このパッと見でなんか可愛い感じのやつを選んでいきましょう。はい、今回はね、これで、頭はこれで採用していこうかなと思いますね。はい。そしたら復元して編集へ。そしたらこれも、いいねつけといて、で、ここで、このいいねつけたやつ、お気に入り追加したやつだけを表示できるんで、こいつらをね、これらをエクスポートしていきましょう。エクスポート押して、で、形式は、FBX でいいと思います。はい。で、名前も適当に変えておいて、普通にバニーヘッドでいいんじゃないかなと思いますね。エクスポート。他のパーツもよくわかんない名前になってたりするんで、ノーズにしてエクスポート。別にブレンダーでも変えれるんでね、別にいいんですけど。アイライン、エクスポート。今は、まつげですね。ちょっと英語でなんて書いたらいいかわかんなかったんで、日本語で書いちゃいました。これ眉毛ですね。眉毛は、アイブロウ。体は、ボディでいいでしょう。で、そしたらですね、今、クロードコードの画面なんですけど、僕が普段どうしてるかっていうと、これ今ダウンロードしたファイルをクロードコードに渡して、これは新しいキャラクター、ロップの FBX のファイル。これからこれをブレンダーで修正するから、ブレンダーに取り込んでほしいのと、フォルダを整理して管理してほしい。っていう感じで指示、ロップなので名前を変えといて、こんな感じの指示をしておけば、多分良きようにやってくれると思います。はい、今、クロードコードがね、ブレンダーに取り込んでくれましたね。名前も勝手に変えてくれてますね。はい。はい、そしたらこんな感じでね、クロードがフォルダ整理してくれて、ブレンダーに取り込んでくれましたね。で、これトリポからブレンダーに持っていくときに、向きが90度横向いてるので、これ自分で修正してもいいんですが、こういうのをクロードに覚えさせていくと、どんどん自動でやってくれるんで、なるべく自分の手は動かさずにやっていきましょう。トリポから持ってきたオブジェクトは、すべてマイナス X 軸方向を向いた状態になる。これをブレンダーではマイナス Y 軸方向を向いた状態にし直してほしい。で、またトリポに持っていくときにマイナス X 軸を向いた方向に直してほしい。あとは一応参考画像も取り込んでおきたいので、顔が一番可愛いやつ。これも取り込んでおきましょう。で、これもクロードに渡しといて、この画像を4分割して
参考画像としてブレンダーに取り込んでおいて、で、裏面は非表示にしておいて、はい、全部マイナス Y 方向を向くように向きを変えてくれましたね。修正作業をやっていきましょう。この辺のまつげとか眉毛はしばらく使わないので、非表示にしときましょう。まず頭からやっていきましょうか。体も非表示にしといて。じゃあまずこっから何していくかっていうと、スカルプトモードで余計なディティールをなくして綺麗に整えていきましょう。スカルプトモードは、なるべくショートカットとかも使わずにやっていきたいと思います。ここにあります。英語モードでやるか。はい。スカルプトモード。で、もう使うのはほんとシンプルなブラシしか使わなくて、基本これですね、スムース。スムース。これでなんか変になっちゃってるとこ一旦ちょっと消しておきましょうか。なんかこういう変になっちゃってるところ、なるべくスムースで、綺麗にしておきましょう。あ、今、クロードが画像を取り込んでくれましたね。はい。裏面を非表示にしてくれているので、こうやって、このモデルが隠れないようになってます。ちょっと近いけど。こんな感じでスムースをかけ続けてれば、そのうち頭にあったボコボコがなくなってきますが、なるべく元からない画像を、元からないモデルを選んだ方が楽ですね。ちょっとシルエット変わっちゃうと思うんで。はい。こんなもんでいいでしょう。そしたら、この後ろの画像も一応センターに合わせておきましょう。はい、こんなんで。ちょっと近すぎるんで離してあげて。で、後ろと、こっち側の画像はいらないかなと思いますんで、非表示にしときましょう。H で非表示にできます。はい。で、そしたら、修正する前に、これを半分にしちゃって、ミラーっていう反転させることによって、片方修正すればもう片方も自動で修正されるみたいな設定をやっていきたいと思います。ブレンダーにはアドオンでオートミラーっていうアドオンがあるんですけど、これは自分でインストールしないとないアドオンなので、これがない人はインストールしてほしいんですけど、わかんなかったらクロードに言ってください。オートミラーインストールしてって言ったらインストールされますんで。クロードと今ブレンダーが繋がってるんですけど、それもこのブレンダー MCP っていうので、この繋げてあげることで、クロードがブレンダー内に入って行動できるようになります。はい。で、これもインストールの仕方わかんなかったら、クロードコードにブレンダー MCP をインストールしてって言ったら、それやってくれますんで、わかんない人は全部 AI に聞いてください。僕も自分でやってないんでどうやってやったか知らないです。っていう感じ。アドオン系は説明するのめんどくさいし、もう自分でやんなくてもクロードがやってくれるんで、説明する必要もないのかなと思ってます。っていうことで、オートミラーをインストールすると、このエディットってとこにオートミラーがありますんで、これでオートミラーをかけると、はい。パッと見だと違いがわかりませんが、今、こんな感じで、右側のが反転して、左側にも同じものがある状態になってます。はい。なので、今、右側を修正すれば自動で左側も修正されるっていう状態になってます。この状態で修正していきましょうか。もう一回スカルプトモード入って、スムースで余計なディティールを省いていきます。はい、こっからポリゴン数、今ポリゴン数、ここを押して、スタティックス、日本語だと統計っていうとこを押すと、ここに頂点数とか面の数、フェイスって書いてありますけど、が出てるんで、これだとえげつないんで、どうしようもないんですよ。ブレンダーでもアニメーションできないし、ユニティにも持っていけないっていう状態なんで、これからローポリ化していくんですけど、ポリゴン数、面の数を少なくしていくっていう作業ですね。やっていくんですが、その前に元のこのモデルをきれいにしておかないと、きれいにローポリ化できなかったりするんで、整えていきます。
で、このほっぺたのこのマークとかもいらないですね。変に拾っちゃって、ローポリ化するときに失敗するんで、こういうのも消しときましょう。で、スムーズかけても、こんな感じで消えないときあるんですよ。もう、ぐちゃぐちゃになっちゃって。そういうときはどうするかっていうと、このスパナマーク、モディファイアって言うんですけど、これを押してもらって、アドモディファイア。どっかにリメッシュっていうのがあるので、ちょっと英語版だと見つけられないぞ。リメッシュだから R か。これか。リメッシュっていうのがあるので、これを押して、で、ボクセルっていう状態で、このボクセルサイズっていうのをこう下げていきます。で、まあ大体 0.002 ぐらいにしてあげれば、いい感じの数字になるかなと思いますね。うん。0.001 でもいいかな。やりすぎると重くなるんで、0.001。はい。これでいいですね。っていう、なんか、ボクセルってちょっとどう説明したらいいかわかんないですけど、もう一回なんか面を作り直すみたいな感じなんで、そうすると、さっきの変な破綻してるところが消せます。で、そしたらこれもう一回編集する前にアプライ、適用を押してから、適用を押したいんですけど、多分バグっちゃうんで、先にミラーを適用してから、リメッシュを適用しましょう。はい。そうするとちょっと今反転モードじゃなくなってるんですけど、まあ、そういう時はここを使って、これ X っていうのを押すと、この X 軸に対して反転してくれるんで、それでも今ミラーが効いてる状態と同じ状態にできます。はい。もうこの辺は、ちょっとブレンダーあるあるではあるんですが、まあ別に同じ手順でやってもらえればクリアできると思いますし、うまくいかなかったらクロードとかに聞けば解決できるかなと思います。という感じで滑らかにしていきましょう。で、ここもいらないかな。これなんかちょっと変なので、この凹凸も消しときましょう。多分、髭みたいなことだと思うんですけど、ちょっと違和感ありますね。まあ、スムース、ここで強さとか変えれるんで、強さ変えたりして。あと、ブラシの半径もここで変えたりとか、ショートカットの F を押すと、マウスを左右にするだけでこう、変えれたりもできます。ショートカットとめんどくさいよときは右クリックでもいけます。はい。まあ、こんぐらい、馴染ませればいいかなと思いますね。まあ、そこまでシビアにやる必要もないですね。で、そしたらこの鼻とかも消しちゃいましょう。消す前に、一応このモデルはベースとして取っときたいので、ちょっとこのミラーの境目みたいなやだな。の消しといて、ちょっとこういう二重のとこも結構深く入っちゃってるんで、修正しておきましょう。はい。とりあえずこんなんでいいかな。そしたらこれは一応バックアップとして取っておきたいので、シフト D って押すと複製できます。はい。右クリックでもできます。はい。そしたら、この複製したやつは BU か。バックアップで BU にしといて、これ非表示にしときましょう。んで次何やっていくかっていうと、眉毛とかまつげとかいらない部分をさらに消していきます。はい。眉毛、まつげ、あとこの目のディティール、目を奥に突っ込んだりとか、鼻とかもいらないですね。口もいらないですね。もっとつるっとした形にしていきます。さっきのこの状態のやつはまた後でこの眉毛とかを組み合わせるときに参考モデルとして使いたいので残しておきたいんですけど、この段階ではローポリ化する前にはこういう眉毛とかもいらないです。なので眉毛のところもスムースで消していきます。鼻も消していきます。つるっとした状態にしていきます。口も消しちゃいましょう。変なディティールがあるとローポリ化で失敗しますんで。で、そしたらちょっと目のあたりが難しいんですけど、この白目のところは綺麗に残したいんですが、このまつげのところは潰したいんですよ。なので、マスクをかけていきます。どれ使うかな。このレイザーマスクっていうのかな。日本語だと、投げ縄マスク。これでこうやって囲っていくとマスクができるんですが、
これデフォルトだと裏面もマスクされちゃうんで、ここですね。フロントフェイスオンリーにチェックを入れておくと、裏面はマスクされなくなります。じゃあちょっとここからは細かい作業なんですけど、この目のところを囲んでいきましょう。まずは。こんな感じで。目のところを黒く塗りつぶしていくみたいな作業ですね。まあ、ざっくりで大丈夫です。あんま正確にやろうと思うと時間かかっちゃうし、あんまり反映されないので、だいたいこの辺りに目があったよっていうのが分かれば十分です。後でいくらでも調整はできます。と言いつつ細かくやりたいっていうね。で、そしたら一旦まつげ消しちゃいますか。そしたらスムースをかけていくと、この目のところはかかんないようになりますんで、こんな感じでまつげを消していきます。はい。で、またね、こういうなんかうまくスムーズかけれないところが出てきますんで、そしたらまたさっきと同じように、このモディファイヤーを押して、アドモディファイヤーで、ジェネレートのリメッシュをして、これを 0.001 にして適用すれば、こういうところも消せるようになるはず。はい。あ、マスクが切れちゃったんで、もう一回やんなきゃ。後でやればよかったですね。はい、こんな感じで目のところを囲んだら、今度はこのマスクを押して、インバートマスク、多分日本語だとマスク反転とかだと思うんですけど、それを押すと、マスクかかってたところとかかってないところが逆になります。そしてこの目のところを操作できるようになるので、一旦この目のディティールを省いていき、目のディティールこんな感じで省いていき、で、このアニメ調のキャラクターっていうのは、目が奥に行ってるんですよ。ちょっと一旦これ保存して、実はですね、こういうキャラクターって目が丸くなってるんじゃなくて、この奥に空間があるんですよね。はい、こうやって。ここが空洞になっていることで、この立体感があるような目を作ることができます。はい。なのでそれをやっていきます。そしたら次これですね。エラスティックグラブを選択して、もうシンプルにこれを押し込んでいくだけで OK です。黒いところは自動で押し込まれないようになっているので、適当に押し込んでもらって大丈夫です。ここに空洞を作っていきます。なんか変にマスクされちゃってるところがあるんで、そういうところはまたマスクモードを押して、コントロールかな。コントロールを押しながらもう一回同じ操作やると、マスクの逆の操作、マスクを解除みたいな操作ができます。ちょっと一旦スムースをかけた上で、軽く押し込んでいき、F でブラシのサイズを大きくしたりとかして、で、スムースにしたりとかして、ちょっとこんな感じで、眼球を奥に押し合っていきます。はい。こんなもんかな。で、そしたらもうマスクいらないんで、ここにクリアマスクってありますんで、これ解除していきます。で、ちょっと形整えたりして、あんまり、ここで整えない方がいいかな。これローポリ化してからやった方が簡単なんで、形整えるのは。ちょっと変になってるところはありますが、気にせずいきましょう。ちょっとスムースとかかけておいて、弱くして。ちょっとなんか目の形が気になるところは、少し直しておきましょうか。はい。直さなくても OK です。はい、OK。なんでいいでしょう。今んとこ使ったブラシは、このスムースとエラスティックグラブ、この2つしか使ってないですね。今回はそれしか使わないかも。OK。で、そしたら、
オブジェクトモードに戻って、一応これも複製しておきましょう。シフト D で。で、もう一回 BU ってやると、この001が今複製したやつですね。で、これも消しておきましょう。OK。じゃあ、で、次ちょっとボディ出して、ちょっと真ん中に動かしてあげて、こんな感じで、このセンターに置いてあげて、コントロール A を押して、適用っていうのをやっていきます。アプライですね。で、オールトランスフォームって押してあげると、原点がこの中央に来ますんで、原点が変なとこにいるときは、このオレンジの点ね、が変なとこにいるときは、この定位置に戻していただきましょう。で、一応体なんですけど、もしかしたら、体だけだったらいけるかもしんないんで、一旦ちょっとトリポ戻ってもらって、マルチビューで、もう一回だけちょっと生成してみましょうか。このスマートメッシュっていうのでいけると、結構いいトポロジーでいきなり生成できるんですけど、顔は難しいんですよ、さすがにまだ。体だけだったらいけるかもしれない。5000でいいかな。で、三角形しか選択できないんで。ちょっと実験で。これ人型のモデルだったら、かなりいいトポロジーになるんですけど、でも結構いいね。もうちょい下げれっか。4000。この辺はクレジットに物を言わせるか、もったいなかったらブレンダーでやっていくか。結構いいね。この辺はちょうどいいクレジット数を指定できると、かなりいいトポロジーにできるんですけど、ちょっとこの手の辺が怪しい。画像で、この辺の手のトポロジーもっと滑らかにしてからやればよかったんだけど、もうちょい減らしてみよう。いいね、いいね、いいね。3000ぐらいでいい感じのトポロジーになり始めてきましたね。手とかもいい感じのトポロジーになってきましたね。足とかもいいんじゃないですか。これ一応採用するかわかんないんですけど、これエクスポートしといて、もしかしたらこっちを使うかも。ボディ02にしときましょう。で、取り込んだのは、クロードに渡して、今開いてるブレンダーのファイルに取り込んで、そしてこのファイルは整理しておいて、という感じで、クロードに投げつつやると、データも整理してくれながらやってくれます。これが今、スマートメッシュでやった方っすね。だいぶいい。これはかなり綺麗になってんじゃないですか。ただ三角形だと色々調整とかがしづらいので、これはクロードに頼んでみるか。ボディ02のメッシュを三角形から四角形に変えて、多分どっかにあったんだよな。ちょっとこの辺変な三角形になってるけど。一応、三角形はなるべく少ない方がいいっていう世界観です。はい。こういうちょっと変な面の形になっちゃうんで、三角形が混ざると。でも今回あんまりこういうのいじらずにやりたいと思ってるんで、放置でいきましょう。これはかなり使えそうってことで取っておいて、一応こっちも修正していきますか。これも、編集で、オートミラーかけて、スカルプトモード入って、スムーズで、こういう細かいとこ、ディティール消していきましょう。一応どっちもやってみていい方を採用していきたいと思います。なんなら正直このぐらいのボディだったら、自分でモデリングちょっとやったことある人だったら、この辺だったら簡単にモデリングできると思いますね。で、こういうもう指のディティールとかも全部消したい。この辺はできればテクスチャーで描きたいと思ってるんで。で、こういう変な線とかも生まれちゃってるんで、消しときましょう。はい。こういうのも全部テクスチャーで表現した方がいいですね。で、もう片方が邪魔だったら、モディファイヤーを押して、この画面マーク押すと半分消えますんで、そうするとこの足の裏とか操作しやすいです。足の指とかもあんまりディティールが残らないようにして
んで、ちょっと変なのが出ちゃってるんで、一旦、ミラーを適用して、で、リメッシュやっていきます。ジェネレートのリメッシュで、0.002 でいいかな。はい。こんなんで。で、適用してから修正すれば、ちゃんと修正が入ります。はい。こうやってさっき消えなかった変な穴が消せるようになります。今、この X のミラーを押してなかったんで、こっち反対側に同じ効果が適用されてなかったんですけど、そしたらもう一回オートミラーやれば大丈夫です。はい。オートミラーやって、適用して、ちゃんとこれ忘れずに X を押してあげれば、またちょっと変な溝が入っちゃってるんで、リメッシュして、適用と。で、スカルプトモード行って、またスムーズで消してあげると、いい感じに馴染みます。OK。じゃあ、これで、複製しておいて、複製したのは、バックアップで BU にしといて、非表示にしといて、はい、じゃあ次はね、リメッシュして、表情をちゃんと動かせるようにトポロジーを整えていくっていう作業をしていきたいと思います。ここがね、一番難しいところなんですけど、ここ乗り越えればもう何も難しいことはないですね。じゃあとりあえずやっていきましょう。じゃあ一旦、この後ろの参考画像に軽く合わせておいてからやっていきましょう。この微妙なズレとかはリメッシュしてから直していきたいと思います。じゃあまず何やっていくかっていうと、これをローポリ化していきましょう。はい、今、三角形の数えげつないあるんで。で、これですね。これ N 押すとここ出てきますんで、N 押すと。でここのクワッドリメッシュですね。これない人は、アドオンなんで、これアドオンなんで、インストールしてください。トリポでもローポリ化は一応できるんですけど、現状こういうキャラクターにおいては、このクワッドリメッシュでローポリ化した方が綺麗なトポロジーにはなりやすいですね。はい。んで、そしたらここで面の数とか設定できるんですけど、ちょっと事前にやってみたら、だいたい2000ぐらいで、このアダプティブサイズ 50% ぐらいでやると、ちょうどいい感じになるかなっていう、ちょうどいい感じだったので、それでやっていきますね。頭でだいたい5000ポリゴンぐらいを狙ってやっていきたいと思います。で、リメッシュを押すと。で、ここを押すのを忘れずに、シンメトリー X。そうすると、ミラーがかかった状態になります。で、少し待つと、こうやってローポリ化されます。はい。結構いい感じなんじゃないでしょうか、これで。ポリゴン数は5200ですね。で、もっとローポリ化しようと思えば全然ローポリ化できると思いますし、で、トポロジーとかもやろうと思えばいくらでも時間かけれると思うんですが、もう今回はとにかく簡単にできることと早くできることっていうのを重視してやっていきたいと思います。はい。なので最低限表情を動かせればいいみたいなね、そんな感じですね。トポロジー最適化したり、メッシュを最適化したりっていうのはめちゃめちゃ時間がかかりますんで、完璧にやろうと思うと。それはね、ご了承いただければと思います。じゃあこれリメッシュしていきましょう。クワッドリメッシュを押して、で、忘れずにこの X 反転させて、とりあえず実験でリメッシュを押してみてどうなるのか。3400。ちょうど良さそう、一発で。こんなんでいいと思いますよ。いいんじゃない？こっちの方が良さそう。でもこっちの方が綺麗だね。形は。ちょっとこの辺の形が怪しいけど、もうちょい削れるか。3000以下ぐらいに持っていきたいな。
900、クワッドカウント900で、アダプティブサイズ 50%。で、このカクカクしちゃってるのは、右クリックをして、スムーズシェードを押せば滑らかになります。今回はこっちでいきますか。どっちも同じポリゴン数なんですけど、こっちだと、指先に結構ポリゴン数を使ってる割に、この辺のポリゴン数が少なくて、膝とか曲げた時にちょっとカクつきそうだなっていうのがありますんで、こっちで行って、で、この指の形とかはテクスチャーで描いて表現したいと思います。他のキャラもそうなんで。こっちの方がなんかパッと見綺麗ですけどね。なんか画像の段階でこういう爪とか消してから生成したらもっといい感じにできたかも。これちょっと横着した。ちょっと横着しましたね。いいっす。今回はこっち使っていきます。体は結構ストリポのスマートメッシュでやってもパッツでいくよみたいな話でした。んで、この辺の内側の面とかはいらないんで、コントロールプラス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 って押していくと、面が選択できて、X 押してフェイスを削除ってやると、内側を消せます。あとは、オプション押しながらクリックとかね。ループで選択できるんで、こうやって消すこともできます。OK、ボディはこんな感じで良さそう。じゃあ一旦、参考画像をちょっと見て、なんかだいぶ元画像より太くなっちゃってる感じがするんで、これ S 押してちっちゃくしてっていう感じですかね。基本わかんないことだったら、ロードに聞けば教えてくれると思いますんで、今の操作どうやってるんだろうと思ったら、聞いてみてください。頂点モードにして、ちょっと後ろの画像とかを合わせていって、完全一致させる必要もないと思うんですが、なんとなく太い感じがするので、合わせていきましょう。で、こういう時は、このプロポーショナル編集っていうのをオンにして、どっか頂点触って動かしていって、このマウスホイールをくるくる回していくと、この線を与える範囲っていうのが広くしたり狭くしたりできるんで、これで形を合わせていくと調整しやすいです。こんな感じで。完全に合わせる必要なく、可愛さ重視で合わせていきましょう。で、正面。で、このボタンを押すと透明にできます。オプション Z でも透明にできます。少し足が太い感じがするんで、調整していきましょう。ちょっと肩幅がいかついかな。ちょっとスリーブになりましたね。体はだいぶ良さそう。2800ポリゴン。ちょうどいいんじゃないでしょうか。体 OK なんで、じゃあこの完成したやつは、ボディローにしときましょう。ローポリ済みっていう意味で。じゃあ、頭修正作業やっていきますか。じゃあ、こんな感じで進めていきたいと思うんですけど、この今のトポロジーだと、表情を動かすのはさすがにちょっと厳しいので、この顔面のところは全部作り変えていきます。透明モードにして、何でもいいんですけど、投げ縄ツールにして、この顔の部分全部消していきましょう。X 押して、頂点を消していると。下手にこう修正していくより、作り直しちゃった方が絶対早いんで、一から。こんな感じで、顔半分削除するみたいな感じでやっていこうと思います。はい。で、そしたらこれ、もう、エディットモードでオートミラーかけておきましょう。そしたら半分だけ作業すれば済みますんで。で、これ非表示にしといて、こんな状態で
やっていきますね。で、そしたらですね、元になったやつが、消えちゃうんですよね。クワッドリメッシュ。消さない方法もあったんですけど、デフォルトだと消えちゃうので、それをどうやって復活させるかっていう参考画像として必要なので、これか。元にしたいやつの名前を変えときましょう。わかりやすいように。リファレンスのレフで。で、今、このローポリ化したやつは、ヘッドローとかにしておきましょう。はい。で、ちょっとこの、わかりやすいように下の方を持ってっといて。で、この、最初に元にしたやつって消えちゃうんで、これ復活させたいんですけど、出てこないんですよ、これ。なので、このビジリティ、可視性のところのビューポートがオフになってるんで、これをオンにすると出てきます。はい、これがさっきの元になったモデルですね。はい、それと今、ローポリ化したやつが2つあるっていう状態。で、そしたら、今度リトポフロー入っていくんですけど、これも持ってない人はインストールするといいかなと思います。これは多分少量利用しなければ無料で使えてると思いますね。で、インストールの仕方わかんない人はクロードコードにお願いすればやってくれると思います。僕は自分でインストールしないんで、インストールの仕方はわからないですね。頼んだらできてました。じゃあやっていくと、まずはこのローポリの方を先に選択して、後からレファレンスの方を選択します。はい。なので、ローポリの方が明るいオレンジになっている状態。アクティブの状態ですね。その状態でリトポフローを押して、エディットアクティブを押します。はい。そうするとこんな感じですね。で、ちょっとこれ、最初カクつくんで、放置して、スムーズに動くようになるまで待ちましょう。じゃあ早速、リトロポジやっていきますね。ここが一番しんどいとこです。なんですが、今回はとにかく、もうこだわらない。ゲームキャラクターとして最低限表情を動かせればいいっていうところに特化してやっていきますんで、あんま難しく考えず、完璧を目指さずやっていただければいいんじゃないかなと思います。っていう前提でいきますね。じゃあ、まずは目の周り作っていきましょう。目の周りをリング状のトポロジーにしたいんですよ。あと口の周り。最低限ここだけリング状にできちゃえば、もうあとは適当につなげてあげればなんとかなります。っていうことでやっていきますね。このポリストライプスを選択して、コントロールを押しながら、コントロールをそこ行ってなんかマークが出ますんで、この状態でドラッグしながら、この目の周りを囲っていきます。はい。そうするとこんな感じでメッシュが作られていきます。で、31って出てるんですけど、これだと数が多すぎて扱いづらいんで、シフトを押しながら、マウスホイールを回していくと、数が絞れます。12くらいでいいんじゃないかな。はい。こんなもんで。で、次、ポリーペンに変えてあげると、この頂点を触れるようになって、頂点をドラッグしながら動かしたりすると、こうやって頂点同士をつなげたりすることができます。選択して G で移動もできます。っていう感じで、最初ちょっとぐちゃってなっちゃってるので、この辺をきれいに整えていきましょう。で、ちょっと挙動に癖があるので、最初は扱いづらいかもしれませんが、だんだん分かってくると思います。あとは、この2ウィークってやつ使うと、結構簡単に動かしやすくなります、頂点が。はい、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。あんま細かくやりすぎない方がいいですね。はい、で、一応今頂点が12個あるんで、ここにこう対になるように頂点を置いて、上に1、2、3、4、5、下に1、2、3、4、5っていう感じで、この上下も対になるように置いてます。はい。そうすると扱いやすいですね。できるだけっていう感じ。
こだわりすぎると難しくなっちゃうんで、最終的には無視するかもしれないです。で、一応、これは、二重で作っときましょう。ループを。で、なんか今、ポリーペン選択して、クリックして、コントロール押しながら、こうマウスをこう動かしていくと、こう線が出て、クリックして、また横行って、みたいな。で、こんな感じで、メッシュを書くことができます。こんな感じで。めちゃめちゃ直感的に。で、もうこれ、元のレファレンスのモデルに勝手に吸着してるんで、奥行きのことは何も考えなくていいです。ひたすらこのメッシュを書くことだけを考えて、このトポロジーのことだけを考えて作業していけばいいので、かなり初心者でも扱いやすいんじゃないかなと思いますね。僕はこれなかったら正直しんどいっす。このリトロポジする作業は。はい、こんな感じでちまちまメッシュを書いて、ループを作っていきましょう。で、今なんか自動でこの耳の方に吸着しちゃってるんですけど、この耳の方。ほら、こんな感じで、こっちのなんか頂点に引っ張られちゃう時があるんで、こういうのが邪魔な時は、一回 EXIT で外に出て、で、このローポリモードの方を選択して、この耳のとこ非表示にしときましょう。オプションクリックでここループで選択しといて、H で消して、で、耳クリックして、コントロール L でリンク選択して H で消すと。はい、この状態でもう一回、リトポフロー入っていきましょう。ローの方がオレンジ、明るいオレンジの状態でリトポフロー入ってエディットアクティブ。で、一回出るとまたしばらく待ちます。じゃあ続きやっていきましょう。そうすると、さっきみたいに耳の頂点に引っ張られなくなりました。OK。で、そしたらまた、2ウィーク選択して、読み方わかんないんですけど、適当に2ウィークって言っちゃってるんですが、これでまた、いい感じの流れに変えていきます。まあ、ちょっとやったらちょっと整えるっていう感じでいくと、ぐちゃぐちゃになりづらいかなと思いますね。後で一気に直そうと思うと、難しくなっちゃいます。OK。とりあえずこんな感じで。そしたら次、口作っていきましょうか。またポリストライプス選択して、ちょっと口がどの辺にあったかわかんないんですけど、コントロールをして、こう、口の線を描いていきます。なんかちょっとうまく描けてないんで、もう一回やりましょう。上の数字と下の数字がバラバラになっちゃってる。削除して、コントロールでこう書いていくと。まあいいか。あ、なんか変になった。いいや。ちょっとなんかうまく書けないんで、ポリーペンで書いていきましょう。まあとりあえず口がありそうなところに適当に、コントロールクリックで、こんな感じで。で、次下。で、ここちょっと一瞬難しいんですけど、こんな感じでいいかな。こんな感じ。あ、ミスった。ここ、ここ、ここ、ここで四角形を作るみたいな感じですね。そうすると、口のこの口角の終わりに一本線が入るので、後でアニメーションさせやすくなります。まあ、もっと他にいい方法はあるかも。口の終わりはこういう形にしときましょう。こう、こう、
こういう四角形がみたいな感じですかね。で、そしたらですね、大体でいいんで、元の口の形に合わせたいんで、一旦ちょっと EXIT で外に出て、確認してみましょうか。ちょっとハイポリの方は非表示にして、後ろの画像と合わせていきましょう。今、口がこれなんで、ちょっと上すぎっすね。コントロール L で選択して、ちょっと位置を合わせていきましょう。まあ、こんなんかな。まあ、こういう、なんていうか、カモメみたいな形になってますけど、ここは今再現しちゃうと後で大変になるので、普通のまっすぐの口でいきましょう。はい、じゃあそしたらもう一回、ローを先に選択して、レファレンスを選択して、リトポフロー、エディットアクティブ。OK。復活しましたね。じゃあ、さっきのブレンダーの編集モードでいじっちゃうと、この後ろのこのレファレンスのモデルから離れちゃうんで、もう一回ちょっと頂点を触ってあげると、後ろに吸着します。はい。多分全部今浮いちゃってるんで、軽く触ってあげるともう一回吸着します。はい。OK。全部吸着しましたね。じゃあ形整えていきましょうか。OK。じゃあ口も一応もう一回ループを二重で作っておきましょう。ああ、変なとこに。で、ちょっと動かしたら形を調整していると。OK。じゃあもうここまでできたら、最低限アニメーションはできますんで、あとはひたすら埋めていく作業ですね。はい。やっていきましょう。ポリーペンに移動して、まずこの辺を埋めていきましょうか。埋めれそうなとこからガンガン埋めていきます。で、ちょっとこの辺、頂点数足りなそうだなと思ったら、こうやってナイフツールで書いていくとかね。で、リラックスモードとか使うと、なんか、こんなんで、メッシュが均等になっていきますんで。あんまり三角形、なんかよく三角形はダメって言われるんですけど、結構それ気にしちゃってると、かなり時間かかるので、で、あと、意外とあっても気になんないっていうのはあるので、気にせずガンガン埋めていきましょう。そういうのは気になったら修正していけばいいんじゃないかなと思います。なるべくメッシュの大きさが同じくらいになるように。なんとなくここがつながりそうな感じがするんで、ちょっとつなげてみましょうか。で、ここと、ここと、ここつなげて、ここに一本線引けば、ここが埋まりそうですね。
もうちょっとここ頂点数が足りないので、カクついちゃってますね。なので、ここにループ入れときましょうか。こことここに。OK。で、そしたら、この辺を、この目の下を、この顎下につなげるイメージで増やしていきたいと思います。この辺を、こっちに持っていくイメージで。この辺も、ちょっとあれかな。頂点数が少なそうですね。ここにループを入れて、ここをつなげていきましょう。ここも足りなそう。ここがちょっと少なそうな感じがするんで、ここにループを入れます。ここにループを入れて、ちょっとここ厳しそうだな。なんとかしたい。1、2、3。ちょっと強引かこれは。ここじゃないな。この辺を消して、こんな感じか？とりあえず埋まりそうなとこからどんどん埋めていく。あ、一応埋まるな。OK。とりあえず顔の前の方は全部埋まりましたね。あとはちょっとずつこれを広げていくだけ。OK。だんだんつながりそうな気配がしてきましたね。ここは少し頂点数が足りない感じがするので、ここにループを入れて、もうあんまり三角形とか気にせず埋めていきましょう。で、ここにループを1個追加したら、ここでつながりそう。結構このリラックスツールを使うと、つながりそうなところが見えてきますね。ここにもループ欲しいか。一回ここは三角形でつなげて。ちょっと目の頂点数が少なくてカクカクしてそうなので、この辺にもループを入れて、よいしょ。もう頭の下とか見えないとこはガンガン三角形作っていっちゃいましょう。ここで迷ってるのは時間がもったいない。OK。全部埋まった。この辺とかもっとうまいことやれそうな気はしてるんですけど、ここに一本線を入れたい。これも後からサブディビジョンサーフェイスかけないんで、ここでカクついてたらもうそのまんまカクつきます。いやー、ここあんま時間かけたくないけどな。こっちに行って、これを消すか。あとはこの辺が頂点数が足りなくてカクついちゃってるんで、ループ入れて、なじませたら完成かな。OK。多分このくらいやっとけばさすがにアニメーションは問題なくできると思いますんで、こんなもんにしときましょう。
これ以上時間かけてももったいないな。そしたら EXIT で外に入れます。定期的に保存しておきましょう。そしたらレファレンスはもういらないんで消しといて、このヘッドの残骸があるところに置いときましょう。で、まだこれで終わりじゃなくて、カクついてるのは、右クリックをしてスムーズシェードを押せば滑らかになります。で、次、目の中作っていきますね。目の中に空洞を作んなきゃいけないんで、それをやっていきます。これはもう普通にブレンダーの編集モードでやっていきますね。前にちょっと整えるか。先に整えましょう、形を。透明にして、プロポーショナル編集オンにして、完全に後ろの絵と合わせる必要もありませんが、ちょっと可愛い感じにしときましょう。なんかおでこがもうちょっと前に来てる方が可愛い気がするんで。はい。こんな感じで。鼻は後でまた追加しますんで、こんなもんで OK かな。ちょっと後頭部が出っ張りすぎてるが、元絵はなんかシルエットが可愛くないから。で、あと目なんですけど、今だとなんかこう斜めになってるみたいな感じがするんですが、こうしたいです。これはやりすぎなんですけど、こういう感じにしたいので、少し調整していきましょう。この Y 方向にちょっとだけ押してあげて、この辺をちょっと下げてあげて、目の形をきれいにしていきましょう。はい。正面から見た目は、目のループがこれなんで、若干元へとずれてますよね。このまつげの中心ぐらいに持ってってあげましょう。いろんな角度から見て、なんか歪みがないかとかチェックしてみて。うん。こんなもんで良さそうですね。ちょっとミラーをオンにして見ていきましょう。この上から見たときに、ちょっとこの辺が痩せてる感じがするので、ちょっとこういう感じ。ちょっとマウスで描いてるんでむずいんですけど、この辺かな。で、あとは、このトランスフォームなんとかをノーマルにしてあげると、縫線の方向に引っ張れるので、そうすると、綺麗な形を作りやすいです。この辺もちょっとへこんじゃってる感じがしますね。結構元へとずれちゃってるんで。はい、じゃあ次は目の中作っていきましょう。一旦ミラーを切って、オプション、オルトクリックで目の周りをループ選択し、E を押して、右クリック、プロポーショナル編集切って、押し出しする前にちょっと汚いな、この辺。もういいか。はい。E を押して、ちょっと押し出して、で、もう一回 E を押して押し出し、で、S で広げて、空洞を作っていきます。はい。押し出して、押し出して、広げて、押し出して、今度は S で閉じていって、押し出して、S で閉じていって、最後は押し出しの M でアットセンターで閉じてあげると。はい。はい。目はこんな感じで OK かなと思います。そしたら次、口の中も作っていきますね。口を全部選択して、
E で押し出し、Alt S でこんな感じで広げることができます。普通に手作業でやってもいいです。E で押し出し、Alt S で広げて、E で押し出し、今度ちっちゃくしていって、ここは面で閉じていきましょうか。焦点選択して F で FF で一気に閉じれます。でミラーをオンにしてくっつけて中心に持ってってあげればくっつきます。はい。これで顔完成。あとは口の形ちょっと調整していくか。あ、クリップしないとこがありますね。で、あと最後にちょっとこの口の形を整えてあげたら変なことになってますね。この内側が干渉しちゃってるので、ここ選択してちょっと離してあげましょう。OK。ここが口なんで、あとはこの口の周りの辺を選択してあげて、上のエッジを選択し、マークシャープっていうのを押すと、ここが綺麗になります。はい、目のとこもやっておきましょう。エッジ、マークシャープ。はい、OK。これでトポロジーの修正作業は終わりです。一番大変なとこは乗り切りましたね。あとはもう簡単な作業です。耳隠してやったんで、Alt H で復活させて。ちょっと見本に比べて耳が短いんですが。OK。ちょっと修正して、頭は完成にしましょう。あとは超簡単な作業ですね。合体していくだけ。じゃあ非表示にしてた眉毛とか。ちょっとこいつ一旦整理していきましょうか。真ん中持ってって、Alt G で真ん中持っていきます。で、ちょっと向きとかも変になっちゃってるんで、一旦戻しましょう。んで、原点が変なとこあるんで、右クリック、原点を設定、原点をジオメトリへ移動。あ、日本語モードやつだわ。右クリック、セットオリジンのオリジントゥジオメトリーってやると、原点が、この中心に来ますんで、そっちの方が扱いやすいかなと思います。で、こんなにいらないんで、さすがに。もうちょい削っていきたいですね、これ。頂点ありすぎても扱いづらいんで。一旦ちょっとこいつをリメッシュしていきますか。クワッドリメッシュで。もっと綺麗になるかもだし。このミラーする必要ないんで、これ解除して、リメッシュ。増えすぎましたね。うん。良さそう。100で良さそう。いい感じですね。100、アダプティブサイズ30だったら、割といい感じだったんじゃないかなと思います。ちょっと形変なんで、プロポーショナル編集を押して、ちょっと頂点が多いと扱いづらいんで、もう少し減らしておきますか。ディゾルブエッジ。若干間引いていきましょう。辺を溶解して。OK。とりあえずこんな感じ。そしたら、眉毛を設置していきましょう。10日にして後ろ見えるようにして、合わせていきましょう。ほぼほぼ完璧な形になってますね。はい。こんなもんで。で、多分前後がずれてるんで、横向きにして、
ちも合わせていくと。10日切って、で、あとは上から見て、あと Y 軸だけ合わせてあげればいいんじゃないかなと思います。OK。じゃあこれはミラーかけときましょう。モディファイヤーで、ジェネレイト、ミラー。で、このスポイトマークで中心を設定したいんで、この頭を選択してあげると、頭の原点を軸に反転してくれます。はい、なんかちょっと変な、この辺が変な形してる。はい、まあ、こんなもんでいいか。じゃあ次、まつげいきましょう。まつげはアイラインですね。表示させて、こいつもちょっと頂点数がまだ多そうなんで、間引いときましょう。ここあった方がいいか。ここあった方がいいか。この辺はあんまいじんない方が良さそう。この辺は別にめんどくさかったらやんなくてもいいと思います。そのまま使っちゃっても。ちょっとこの辺変な。よいしょ。まあこんなもんでいいんじゃない？これも右クリックを押して原点を中心にしときましょう。セットオリジントゥジオメトリー。で、顔のとこ持ってってちっちゃくして、ちょっと形だいぶ違そうなんで、これは修正が必要。OK。ちょっと修正していきましょうか。正面は大丈夫そう。10日切って上から見ていきましょう。まあこの辺とか絶対見えないから、いっか。ちょっとこの辺陥没しちゃってるところを前に押し出して。OK。これは目の方を合わせておきましょう。先にこいつにもモディファイヤーのミラーをかけて頭を選択しておいて、これは目の方がちょっと外に行き過ぎているかな。ちょっと内側に入れといてあげましょう。OK。だいぶ仕上がってきた。あとパーツとしては目だけかな。瞳作ったら完成っぽいですね。瞳作っていきましょうか。ここで初めてシフト A を使います。はい。シフト A を押してメッシュを押して、この中の UV スフィア。日本語だと UV 球ですね。取り出します。はい。んで、ちょっと前に出してあげて、で、R を押して回転にして、これコントロールを押しながら回転させると、このスナップさせながら回転できますので、これで90度回転させてあげます。はい、こんな感じ。そしたら編集モード入って、エディットモード入って、で、透明モードにして、で、前から1、これコントロールプラスプラスプラス。もう一個言っとく？一応もう一個言っとくか。プラス。1、2、3、4、4層か。4層分選択したら、コントロール I 押すと反転選択できますんで、そしたらこれを消していきます。はい。OK。そしたら10日解除して、この真ん中を選択した状態でプロポーショナル編集をして、ぐーっと押していきます。はい。範囲を広げてぐーっと押して、目を反転させていきます。こんな感じ。こういう状態作ります。これが瞳になります。
じゃあそしたら、右クリックスムーズシェード押して滑らかにしといて、また透過モードにして目に合わせていきましょう。こんな感じで。で、瞳はですね、ちょっと角度つけといた方がいいですね。はい。ちょっと待って、今どういう角度になってる？こうちょっと外側を向けといた方がいいです。はい、何度ぐらいかっていうと、だいたい15度ぐらい一応角度つけといて、マイナス15と。はい、で、編集モードで、ちょっと形を整えてあげて、なんかな。ちょっと透過解除して、だいぶ前後がずれているんで合わせていきましょう。ほら。こんな感じに、目の中に入れてあげて、もうちょい角度つけるか。はい。気持ち前に倒すといいかも。OK。で、そしたらハイライトも作っていきましょう。この内側のやつ選択しといて、これ選択しといて、シフト D でコピー。で、ちょっと前に出して、プロポーショナル編集を切って、少し前に出してあげて、ハイライトを合わせていきましょう。結構このハイライトの形で雰囲気変わるんで、いろいろ試してみると面白いかもしれないです。今回はそのまま後ろの絵に完全に合わせていきましょう。で、ハイライトは、一旦ちょっと目だけにして、スラッシュを押すと選択しているオブジェクトだけを選択できます。ハイライトのイメージは、この目の、このなんとなくアーチ状に収めてあげるみたいな感じですかね。あんまりやると飛び抜けちゃうんですけど、まぶた閉じた時にハイライトだけ飛び抜けちゃうっていうのがあるんですけど、はい。こんなんでいいんじゃない？飛び抜けたら調整していきましょう、それは。OK。で、そしたら、これも、ミラーで、反転させて、頭を選択してあげれば、瞳ができましたと。これで鼻やってねえや。鼻、ノーズ。鼻表示させて、でかっ。じゃあ、こいつもちょっとメッシュ見ていくか。このまま使っても良さそうだが、一応リメッシュしとこう。こいつは、シンメトリーだから、X をチェックして、やると、結構いい感じになった。裏面削除してもいいけど、しなくてもいいか。そしたら、こいつを、また原点が中心にあった方がやりやすいので、オリジントゥジオメトリーにして、合わせていきましょう。ちょいサイズが違うかな。はい、こんな感じ。で、横も合わせていきましょう。こんな感じ。透過解除して見ていくと。いいんじゃない？いいんじゃないですか、これは。結構再現度高いんじゃないでしょうか。はい、じゃあ続きやっていきますね。次はテクスチャーを割り当てていきたいと思います。その前に一旦ちょっと整理した方がいいですね。必要なやつだけ残して、もう使わないやつは消しちゃいましょう。んで、新しいコレクション作って、ロップ、このキャラの名前ですね。ファイナルにしといて、完成したやつは M 押して、ロップファイナルの中に全部移動させておいて、残りのやつは一応残しといてもいいし、消してもいいしっていう感じで
ちょっとゴミ箱のコレクション作って入れときましょう、その中に。おっしゃ。じゃあテクスチャーをトリポで生成していくんですが、その前にやらないといけないことが UV 展開ですね。はい。これをやらないとうまく乗らないです。まあ意味わかんなくても真似してればできます、これは。作業的にはそんな難しくないです。まず体からやっていきましょうか。まず UV 展開っていうのは、この左端のやつを押して UV エディターっていうのがあるので、それ選択すると。はい。で、まず体選択して編集モード行って、全選択した上で、この上に UV っていうのがあるので、これを押して、アンラップアングルベーストっていうのを押します。はい。で、そうすると、こんな感じで UV 展開されるんですよ。で、ここにテクスチャー、色を乗せていくっていう感じなんですけど、例えばこれお腹の中心とかってしっかり色乗せたいじゃないですか。なんですけど、お腹の中心のメッシュがこんなちっちゃくなってるんですよ。はい。そうすると、せっかく色を乗せても解像度が下がっちゃったりとか、そもそもトリポでうまく生成できなかったりするので、この見せたいところをちゃんと広く使えるように調整していきます。見てればわかります。で、スラッシュ押すと、この選択しているオブジェクトだけ表示できるんで、スラッシュ押してこの状態にして、そしたらここに変モードあるんで、変モード選択した上で、例えばこの腕とか一周していきます。選択していきます。で、こう一個ずつクリックしていってもいいんですけど、コントロール押すと、この中間一気にガーって選択してくれます。はい、で、どうしてもうまくこう、つながっていかないところが出てきちゃうんで、とりあえず細かいことは気にせずに、こう、うまくつながらないところは、頂点モードにして、ここ、J を押すと辺がつながるんで、とりあえず今回はこれで対応していきましょう。はい、これで一周ぐるっと綺麗につながるようにして、で、上のエッジ押して、シームをマークっていうのを押すと、マークシーム押すと、赤い線が入るんで、こんな感じで今、ここで切り取ってくださいねっていう線が入ったっていう感じですね。はい。そしたら、この腕の先の方にもやっていきます。で、なるべく、このキャラクターのなんか模様が入りそうなところでは切りたくないので、この手首のちょっと裏辺に模様が入りそうなんで、多分入らないであろうとこで切っときますか。で、変モードにしてあげれば右クリックでこのマークシーム出てきます。はい、で、そしたらこの見えにくそうな裏側でさらに縦に線を1本入れていきます。はい、こんな感じで。でもう一回シームをマーク。その上で UV 展開していくと、はい、今切り取ったところがこう綺麗に開かれるっていうか、平らな感じでこの UV の中に配置できるみたいな、そんな感じですね。この切り取ったとこ、ここですけど。こういう作業をちまちまやっていきます。難しくはないですが、単純作業っていう感じですね。これ右手と左手一緒なので、そういう時は、エディターを押して、オートミラーを押してあげれば、作業も、この占有率の半分になるんで、左右対称のキャラクターの時は、ミラーを押してから UV 展開するといいですね。で、この辺。足とかはもう綺麗に繋がってたんで、オプションクリックを押しただけで綺麗に一周しましたね。で、右クリックをして、シームをマーク。
ちょっとミラー消しといて、足もちょっと綺麗にループしてないんで、ちょっと今回はこれは直しませんが、とりあえずなんとか綺麗にできそうなところを見つけて、シームをマーク。ちょっと強引ですが、こんな感じで無理やりつなげてやっていきましょう。で、ここも内側で切ってあげて、結構適当でも大丈夫です。メッシュがぐちゃってなんなかったら大丈夫なんで、人間がテクスチャーを塗るわけじゃないんで、結構適当でも意外と大丈夫です。次は体。体はもう前と後ろで切っていけばいいんじゃないかなと思います。シームをマーク。尻尾。はい。体が切れてないですね。この足の間がつながってましたね。はい。こんな感じで、とりあえず、このメッシュが重なったり、極端にちっちゃいところがなければ全然 OK なので、完璧にやる必要はないです。じゃあスラッシュ押して、スラッシュ押して、次頭やっていきますね。で、頭でスラッシュ押して、頭はちょっと作業量多いかも。まずは、この目の周り選択して、シームをマーク、口の周り選択して、シームをマーク、適当でもう、このキャラだと、この顔の中心ぐらいしか色の変化がないんで、そことそれ以外で分けてあげればいいんじゃないかなと思います。シームをマーク。で、耳は結構重要そうですね。シームをマークして、半分にぶった切っていきますか。で、シームをマーク。UV 展開。こんなもんで全然 OK です。で、眉毛は、UV をして、ビューから投影。ビューから投影。プロジェクトフロムビューですね。これでいいんじゃないかなと思います。はい。どうせわかんないです、これは。この二重まぶたみたいなの。まつげも、まつげは一応やっとくか、ちゃんと。もしかしたら色変えるかもしれないし。ちょうどいいとこで切れそうですね。はい、まつげはとりあえず半分にぶった切りました。
で、シームをマークして、全選択して、UV 展開。はい。こんなんで。で、スラッシュをして戻して、次、目やっていきますか。はい。目はこれで OK です。ただ UV 展開しただけ。で、鼻。鼻も、なんか鼻は多分ちっちゃくなりすぎて出てこないんで、UV 展開しますか。ここで切っちゃって、シームをマーク。はい。なんでいいんじゃない？はい、これでいいと思います。そしたら全部多分全部できたと思うんで、全部選択した上で編集モード行って、全選択した上で UV 展開すると。そうするとこんな感じで綺麗に並べられるんですが、これは面積が大きいほど解像度が大きくなるんで、なるべく顔とか目とか綺麗に見せたいところは大きくしたいんですよ。なのでサイズ調整をしていくんですけど、これが結構めんどくさい作業なんですが、これは意外とクロードコード得意だったりするんで、お願いしてみましょう。これスクショ撮って、クロードコードに投げてみましょう。シームをマークしたから綺麗に梱包してほしい。顔とか瞳とかお腹とか耳とか解像度が必要な部分はなるべく大きく使って、いらなそうなところは小さくして、ハイライトと口の中と、あと白目の部分は解像度いらないからかなり小さくして OK。じゃあクロードが UV 展開してる間にテクスチャを作っていきましょう。で、テクスチャ作るときは、一旦またこの画像を使ってトリポでテクスチャを作るんじゃなくて、もう一回作り直します。この今自分で作ったモデルをベースにして作り直します。無駄な情報を省きたいので、ここを押すと消せます。後ろのチェック柄みたいなやつが。で、スクショ撮って、とりあえずどっか保存しといて、サイドビューも撮影しといて、はい、こんな感じでマルチビュー撮影しておきましょう。で、もしかしたらこれ体と耳がかぶっちゃってるんで生成失敗するかもしんないんで、頭だけバージョンも撮影しておきましょう。一応体だけバージョンも。そしたらこの画像をコーデックスに投げて、最初に添付した4枚の画像はブレンダーで作成したモデルの画像。この画像の一貫性を完璧に保ったまま5枚目のキャラクターのテクスチャを割り当てて、画像は正面、側面、背面の3パターンお願い。はい。チャット GPT が画像を生成してる間に UV 展開アンラップしてくれましたね。どうだろうな。隙間が結構空いてるのと、瞳と体のところをもうちょっと大きく使ってほしいなっていうのがあるので、それを伝えていきますね。テクスチャーにだいぶ隙間があるから、なるべく隙間がないようにギリギリまで使って。で、あとは瞳の部分が小さいからもう少し大きく。あと、
体の部分も少し小さい感じがするから、そこも大きく使って。ミスってるな。テクスチャーはリアル調じゃなくて、2D のアニメ調にして、今生成した画像がこれなんですけど、耳の模様が手で隠れちゃってるんで、やっぱ頭だけで生成しますか。このモデルの形を完全に保ったまま、テクスチャーを入れて、参考画像は4枚目の画像に添付してやる。正面、側面、背面のマルチビューでお願い。次は体もお願い。ちょっと側面図は失敗してますね。耳の内側が正面向いちゃってる。内側向いてなきゃいけないのに。もしかしたらこれ、正面図と背面図だけでも生成できるかもしれないので、それで試してみますか。はい、そうこうしてる間に、クロードが UV 展開やってくれましたね。もうこれで十分かなと思います。まつげとかは、全然スペースがあるので、ちょっと大きくしてあげますか。これなんだ？白目か。白目はいらないですね。鼻の裏面は全くいらないので、ここで OK。はい、これで保存しときましょう。そしたら、リネームしときましょうか。これも一旦ちょっと、クロードに任せましょう。リネームして、テクスチャーはちょっとリアル調で入っちゃってるんで、もう一回やり直しましょう。今はリアル調のテクスチャーが入っているから、2D ライクのアニメ調、フラットシェーディングの雰囲気でテクスチャーを生成して。はい、速攻でリネーム終わりましたね。じゃあそしたら書き出す前に適用しときましょう。これ多分言わなくてもクロードがやってくれるんですけど、毎回。一応やっておきましょう。ミラーを適用しておきます。はい、OK。じゃあさらに、これからトリポでテクスチャを生成したい。頭と体は別々でテクスチャを生成したいと思っている。頭関係のオブジェクトと体は別々でエクスポートして。あと FBX でエクスポートして。体のテクスチャー作られたんですけど、色がずれてるので、この頭のやつを貼り付けて、体の色が頭の色とずれているから、今添付した画像にカラーを合わせて、はい、今、クロードが頭と体別々でエクスポートしましたね。じゃあこれをトリポに持っていきましょう。やらかしてますね。多分、トランスフォームを適用してないから位置がずれちゃってます。やり直しですね。この辺もクロードに言ったらやってくれるでしょう、きっと。トリポに持っていったら、各パーツの位置がバラバラになった。多分、トランスフォームを適用してないんだと思う。はい、修正してくれたみたいですね。修正されてますね。じゃあまず頭だけ先にテクスチャーが完成しているので、やっていきましょう。で、このアニメ調は 2K でいいと思います。リアル調でいきたいとか。で、あとは、オブジェクトをかなりでっかくして使うっていう時は、8K とか使わないと、なんかザラザラな、解像度が低くてザラザラな感じになっちゃうんですけど。この、目とか、まつげとか、そういうパーツ関係は、こういう変な色が入っちゃっても大丈夫です。それ以外が綺麗に乗ってれば、OK です。別に悪くないけど、修正できそうな範囲ではありますけど。
ていう感じ。まあ、あとは細かい色とかも、どうしてもトリポだと、狙った色を入れにくいっていうのはあるので、まあ悪くはないけど、もう一回やっときましょうか。ちゃんと耳は濡れてますね。やっぱ側面図入れなくてよかった。何回かやって、いい感じのやつを採用していきましょう。体のテクスチャーどうなってる？変なテクスチャー生成してますね。まあ、一枚一枚やっていきましょうか。1枚目の画像のテクスチャーの体部分を2枚目の画像に割り当てて。まあまあいいんじゃないですか、これで。これエクスポートしときましょう。一応まあ 2K で書き出しといて。これだとアニメ塗りっていうよりかもクレイスタイルに近い。はい、チャット GPT で画像の生成が終わりました。まあ、ちょっと崩れてますけど、まあこの辺は自分で修正していきましょう。で、さっきの画像で生成したテクスチャーがこれですね。はい。まあ、この辺の足のラインとか、手のラインとか、おかしなことになってますけど、元画像がおかしかったんでしょうがないですね。まあ、こういうのは、画像生成頑張れば別に出せるとは思うんですけど、綺麗な画像をブレンダーで修正していった方が早いですね。ということでこれをエクスポートして、ブレンダーにね、読み込んでいきます。クロードが。このファイルをブレンダーで開いて、これはトリポでテクスチャー入れ終わったやつ。フォルダも整理しながら進めて。はい、ブレンダーに取り込んでみました。結構いいんじゃないですか。綺麗に塗れてますね。まあ、こういうちょっとずれてるところとか。まあ、あとは、ちょっとこの辺は色の、この白い部分の面積が足りないかなっていう感じするんで、そこを修正していきましょう。この耳の中とかめちゃめちゃ綺麗に塗れてていいですね。で、もうトリポがね、ある程度塗ってくれてるんで、あとは人間は塗り絵の作業ですね。ガイドに沿って塗っていくみたいな感じになるかなと思います。イメージエディター、画像エディターですね。にして、中はテクスチャーペイントにしていきましょう。ここにあります。はい。で、最初ビューになってるんで、これをペイントにすれば塗ることができますね。まず眉毛とか、その辺がちょっと汚いから、そっち直すか。まず眉毛選択して、テクスチャペイント。思ってたんと違ったな、これ。各オブジェクトにつき1個テクスチャ生成しちゃってるっていう感じ。まあ、なので、本来であれば、最初に全部統合してから、1個のオブジェクトにまとめてから、トリポに持っていけばよかったんですけど、目だけのテクスチャーとか、そんな感じで生成してますんで、まあ、統合してからもう一回やってもいいっていうのはあるんですが、まあ、これも一応抜け道があって、これもクロードコードにお願いすれば多分いけると思いますね。今、各オブジェクトにつき一つテクスチャーが割り当てられてるっていう状態になってるから、これを一つのテクスチャーにまとめてほしい。はい、やってくれましたね。ロップアトラスっていうテクスチャーを作り直して、1枚にまとめてくれました。まあ、これをアトラス化っていうらしいですね。このゲームエンジンとかに持っていくときに、テクスチャーが1枚にまとまってないみたいな。で、各オブジェクトにつき、1個ずつマテリアル割り当ててるみたいな感じでいくと、このキャラクターを呼び出すのに、マテリアルをなんか7個とか呼び出さないといけなくなっちゃって、そうすると結構重くなっちゃうんで、その頂点数とかポリゴン数とかよりかも、そのドローコールって呼ばれるらしいんですけど、そのあたりは結構重さに関わってくるので、なるべく1枚にまとめてあげた方がいいですね。っていうことで修正していきましょう。N を押すと、ここにパレットみたいなの出てきますんで、こう選択して、押して、このスポイトマークを押して、この緑色のとこを押したら、とりあえず塗りつぶしちゃいましょう。雑に。あんまりこうグラデーションとかすると、こうセルルック感みたいなのがなくなってっちゃうので、意外とシンプルなベタ塗りの方がいい時もあります。まあその辺はお好みでっていう感じですね。
ベタ塗りの方が簡単だし。はい。で、ここは、これ口の中ですね。口の中は、赤黒い感じにしときましょう。で、右クリックか F でブラシをちっちゃくできます。はい、んで、白目。これ白目ですね。白目は真っ白にしておきましょう。これコントロール押しながら塗るとこっちの色が使えます。はい。いいですね。で、瞳の解像度がちょっと落ちちゃってますね。これは塗り直していくか、一旦ちょっと塗り直すパターンでいくか。これ隣はみ出しちゃうと色乗っちゃうんで。で、綺麗に塗るの難かったら、僕はマウスでやってるんですけど、マウスで塗るの難しいんで、そういう時はストロークのところで、スペースじゃなくて、ラインっていうのを選んであげると、こう、まっすぐな線が引きやすいです。こんな感じで。そしたらこの辺は、この左端に墨矢っていうのが隠れてるんで、こうやって指で塗りつぶすみたいな、塗り伸ばすみたいな感じのブラシなんですけど、これでなじませていきましょうか。で、ちょっとハイライトが濁ってるんで、ハイライトこれですね。ブラシに変えて、サチュレーション、再度落として、明るさマックスにして、明るさマックスにしたら白になるんで、あれ、はい。うん。目整えただけでだいぶ綺麗になりましたよね。はい。いや、ほとんど他のところは綺麗に塗れてるみたいな感じ。ちょっとこの辺が変か。これはどこだ？こっちで塗った方がいい場合もありますね。その場合は、ビューポートの状態で、フラットテクスチャーっていう状態にしてあげると、影の影響を受けなくなりますんで、多分デフォルトだと、こういう状態。多分デフォルトだとこういう状態になってると思うんですけど、僕は多分今黒が勝手にやってくれましたね。フラットでテクスチャーでやると影の影響がない色になりますんで、色をチェックしやすいですね。で、例えばこの辺の色拾って、こっちで塗っていくのでもいいし、こっちで塗ってってもいいですよね。はい。綺麗に塗ったりとか、逆にこんな感じで毛並み感を出してもいいんじゃないかなと思います。やりすぎたら反対の色で塗ってあげるとかね。結局こういうのやんない方がいいんだよな。
で、これ定期的に保存しないと消えちゃうんで、このイメージってとこを押して、セーブ。押さないと消えちゃいます。で、これ、眉毛の下にもう一回眉毛描かれてるんで、こういうのは消していきましょう。この目の周りとか。いや、めっちゃ綺麗に塗られてますね。この耳がちょっと怪しいか。これは一旦、H でここ消して、H で消して、コントロール L で選択して、H で全部消し、ボディとかも消した上で修正していきましょう。まあこういうなんか裏面になっているとこは結構ミスが多いですかね。なんか適当にそれっぽく塗っときましょう。で、ここ謎のラインが入っちゃってるんで、消していきましょうか。忘れずに保存と。はい、まあ雑にですけど、テクスチャー修正してみました。まあ今気になっているのが、これ頭と体別々で描き出したんで、若干色がずれてるっていうのが気になってるんですけど、多分、ベタ塗りだったら、クロードが塗り直せると思う。頭と体で若干色がずれているんだけど、それを合わせることはできる。はい、こんな感じでテクスチャー修正終わりました。まあ、とりあえずこんなんでいいんじゃないかなと思います。で、そういえば当たり前のように、このシェーダーエディターで、このイメージテクスチャーノードが割り当てられてますが、
クロードが勝手にやってましたね。何も解説とかしてませんでしたが、自動でこのセッティングしてくれてました。まあ、せっかくなんでちょっとセルルックっぽい感じにしてみますか。シェーダーをセルルックにして、はい、早っ。一瞬でセルルックのシェーダーに作り変えてくれましたね。はい。ここで影の範囲を調整できたりとかしますね。はい、結構いい感じなんじゃないでしょうか。忘れずに保存して、まあ、あとは、これまあ、フラットで塗ってあるんで、これの強みとしては、クロードが色の調整とかね、してくれますね、これなら。まあ、例えば元画像、まあ、ちょっとこれだと、あまりにもイラストなんで、同じ色味にするともしかしたら明るくなりすぎるかもしれませんが、ちょっと、でも同じようなもんか。ちょっと違うね。これをクロードに投げて、緑の部分をこの色にしてほしい。一瞬でできた。でもやっぱ、ちょっと明るすぎますかね。やっぱり元に戻して、影を3回調にできる。テクスチャーで首元とか脇の下とか足の間とか偽影をかける。はい、今ですね、クロードにアンビエントオクルージョンマップみたいなのを作らせて、これですね。はい。これが何かっていうと、なんか影みたいな、こんな感じで、これ今、実際の影はないんですけど、アンビエントオクルージョンっていう、ちょっと説明むずいな。なんか疑似的な影みたいなのを焼き込み、で、焼き込んだやつをさらにテクスチャー、さっきのテクスチャーに加算して、で、最終的にこんな感じで、光は当たってないんだけど、ちょっとこういう影っぽいところが見えるみたいな感じにしました。自分で偽影を描くみたいなパターンもありですね。ちょっと今回はめんどくさいんで、このアンビエントオクルージョンを焼き込んだやつをさらにテクスチャーに焼き込むっていうどうやってやんだっていうやつをクロードにやらせました。で、あとやれるとしたら、これなんか影のラインがちょっと気持ち悪いじゃないですか。これも多分綺麗にできると思うんですよね。影のラインが汚く出ちゃうから、光線をなんとかして綺麗にして、ちょっとなんて説明したらいいかわかんなかったんで、これで伝われ。はい、やってくれましたね。この放線の情報をなんかスムーズにしてみたいな感じです。これなんて説明したらいいかわかんない。そういうのができるんですけど、で結構それがめんどくさいんですが、やってくれましたね、これ。ノーマルフィックス。他の滑らかなオブジェクトを持ってきて、それの放線情報をこっちに適用させるみたいな。なのでこのギザギザになってたのをこうやって、ね、滑らかにできます。これ結構あるあるの手法ですね。はい、どうでしょうか。結構いい感じの雰囲気になったんじゃないでしょうか。普通かわかんないですけど、普通この目の影をなくしたい時って、マテリアルを2個作って、影の影響を受けない用のマテリアルとか作るんですけど、クロードコードにお願いしたら、この頂点情報を取得して、その頂点に対しては影乗らないっていう設定を組んでくれたんで、多分これユニティにも持っていけるんで、1マテリアルでいけましたね。マテリアルの数は少なければ少ないほど軽くなりますんで、正直そこまで気にする、1個追加するだけだったらそこまで気にすることもないと思いますが、っていう感じで目だけ影入んない設定もできましたよっていう感じっすね。この辺はほんといろいろブレンダーのこと勉強しないとなかなか難しいとこだとは思いますが、クロードに言うだけでできちゃうっていうね。でもこの概念を知ってないことには指示できないっていうのがあるんで、意味がわかんなくてもその概念自体を知っておくことは重要かもしれないですね。そういう手法があるんだよっていう
こんなもんかな。とりあえず。あと、リギングして服も作りますか。リギングも多分いけると思う。このキャラクターをリギングして多分いけんじゃない？まあ、僕だったらオートリグプロあるんでそれ使うんですけど、どっちにしろ最終的には。ちょっと無料のやつでもいけるのか。じゃあ、クロードが作業をしてる間暇なんで、洋服のデザイン考えますか。洋服は、この画像を元に作っていった方が破綻が少ないんで、で、まあ洋服も、とりあえずさっきのやつでいっか。まあこの洋服そのまんま、やりましょう。カバンは作んないかな。まあ一応やっとくか。1枚目の画像に2枚目の画像の服を着せて、そうこうしてる間にめっちゃ怖いカービィみたいなできたけどまだ途中なんだよねきっと。ああ、気づいてるね。まだ崩れてます。リギングとか自動でできたらブレンダーのハードルめっちゃ下がるぞ。学習コストの。目が目がずれてるけど頑張れ。お、目が合いましたね、ちゃんと。お、やったっぽい。あ、耳もリギングしてくれたんだ。うん、1ミリも動かないけど。まあちょっと厳しいかな。やっぱオートリグプロでやろう。服は完璧。さっきやったリギングキャンセルして削除して、オートリグプロでやり直す。服の方はだいぶいいですね。このちゃんと着せてからね、服生成してった方が、サイズが崩れづらいんで。マルチビューにして、はい、まだちょっと厳しかったですね。なので、オートリグプロでリギングしていきましょう。まあちょっと、オートリグプロでやってみ、勝手にやってるわ。オートリグプロでやろうとしてた。なんか手順違そう。待ち時間がね、長い代わりに、その代わり別の作業をしながらできるっていうのはでかいですね。次は各服のマルチビューを生成して、で、月とかクローバーのアクセサリーは別で生成した方がいいかもしれないから、それは省いた状態で生成して。はい、じゃあ次は簡単にリギングやっときたいと思います。今回はね、オートリグプロっていう、まあこれ有料のアドオンなんですけど、これ使ってやっていきますね。まあ無料のアドオンとかも、ミクサモとかね、無料でできるのもありますんで、絶対これである必要はありませんが、まあ、オートリグプロが簡単で精度が高いっていう感じですかね。こういうデフォルメキャラとかでも結構いい感じにできたりしますね。っていうことでやっていきますね。あんま難しいことはしないです。とりあえず体が動かせればいいやぐらいの感じでやっていきます。まず体と頭選択して、で、N を押すとここにオートリグプロ APR ってのがいますので、で、リグ選択して、Get Selected Object っていうのを押します。で、フルボディで OK です。で、この状態になりますので、カメラは動かさずに、グエスマーカーズっていうのを押します。はい、読み方は知らない。で、マーカーが出るんですけど、まあ、これ、耳の形拾っちゃってるんで、これ手の位置がずれてるんで、まあ、そういう時がありますので、これを合わせていくと。はい、まあ、ほぼほぼ合ってますね。だいたい一発で。はい、いいんじゃないでしょうか。一応横からも確認して。大丈夫だと思います。で、このキャラは指がないので、フィンガーズのチェックは外しておいて、まあ、あとはそのままでいいかなと思います。で、GO で。GO を押すと、こんな感じで、防音が出てきます。で、ここでもちょっと直せて、で、まず、この、首が変な位置にあるので、合わせていきますね。はい、これ頭の防音。手の位置とかもちょっと変えといて、手首がありそうなとことか、肘がありそうなとこに
この関節の位置を合わせていくみたいな感じですかね。はい。あんま細かくはやろうと思わないんですが、ちょっといじっちゃってますね。はい、で、あとは、この Show IK Directions っていうのを押すと、このなんか膝が向いてる向きみたいなのが出てくるんですけど、これがまっすぐ向いてると、綺麗な棒になりやすいですね。で、これちょっと斜め向いてるじゃないですか。肘のとこ。そうするとこれ、多分ちょっとリグにした時に斜めになるんですよね。なので、この線がまっすぐになるように合わせていきます。ここを動かせば、ここを回転させれば、まっすぐになりそうですね。はい、こんなんでいいんじゃないでしょうか。で、そしたら、マッチトゥーリグを押して、で、オブジェクトモードに行って、はい、オブジェクトモード行って、またオブジェクトを選択してから、最後にこのリグを選択してあげて、今度スキンの方に行って、バインドっていうのを押すと、こんな感じで、この四角を動かせば、キャラクターが動かせるようになります。はい。で、目とかがついてきてないんで、オブジェクトモード行って、この辺のパーツも選択して、このリグ選択して、もう一回バインドを押せば、ついてきますね。で、このボーンを選択した状態で、ポーズモードに移行すると、動かせるようになります。で、今、手を動かすとなぜか耳もついてきちゃうっていう状態になってて、で、この直し方とかを説明すると、結構難しい話になってくるので、今回はどうやって直していくかっていうと、例えば、この手動かしたらボーンが、耳がついてくるみたいな、このスクショを撮影して、これをクロードに投げます。手のボーンを動かすと耳も動いちゃうから、これを修正してほしい。はい。さっきと同じ修正を適用しますって言ってますね。はい。まあ、さっきこれが通るのかっていうのを実験してみました。通ったんでやってます。はい。いけちゃいましたね。これ結構、直そうと思ったら、ウェイトペイントとか、頂点グループとかね、そういうなんか概念を知らないといけないんですけど、まあわかんなくても、とりあえず指示すれば、できちゃいましたね。はい。で、結構オートリグプロだと、もう、そのくらいで、割とちゃんと動くような状態になってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこの辺修正した方が良さそうだけど。まあでもこのアニメ塗りとかにすると、そういうのも分かりづらいっていう。まあ、ウェイトペイントとかの話は今回やんないです。はい。こんなんでいいんじゃないでしょうか。まあ、あとは、せっかくこれ動かせるトポロジー組んであるんで、表情、アニメーションできるようにしましょうか。これは結構時間がかかるんで、瞬きだけ作れるようにしときましょう。そしたらですね、これ一回全部統合しちゃおっか。今この眉毛とか、なんか眉毛変なことになってる。ちょっと一瞬眉毛のテクスチャーだけ修正させてもらって、はい、OK。で、保存すると。一旦この目とか、鼻とか全部統合しときましょうか。で、右クリックをして、
ジョイン、統合っていうのを押すと一つのオブジェクトにまとまります。これ別に統合してからでもまた元に戻せますんで、これ P 押して分離っていうのをやれば、戻せますんで、統合しちゃいましょう。したら頭選択して、シェイプキーっていうのがあるので、ここでプラスを押します。で、これは結構あるあるなんですけど、プラスを2個押して、ベーシスとキー1っていうのを表示させた上で、キー1っていうのをいじっていきます。ベーシスをいじってっちゃうと元に戻せなくなっちゃいますんで、要注意。必ずキー1の方を修正していくと。じゃあやっていきますね。で、一旦ちょっとこのまつげとか邪魔なんで消しといて、こんな感じでこう、例えば目を動かしていくと、オブジェクトモードでこれを動かすとこんな感じで動いていくっていう。でまたなんか、まつげのとこに変なテクスチャが乗っちゃってるんで、これもちょっと消しときますね。さっきのあれか、アンビエントオクルージョン焼き付けたのが乗っちゃってるっぽいですね。多分これ、瞬きのアニメーションした時に汚くなっちゃうんで。眉毛のとこも。鼻もいらないですね。で、保存と。ちょっと雑にやっていきます。瞬きなんで、なんとなくこういうイメージかな。もうちょい下の方がいいかな。こんな感じで移動させていきましょう。したら、これプロポーショナル編集オンにして、で、コネクティッドオンリーにして、ガンガン下に持っていきましょう。で、この青いラインに合わせていくと。で、ちょっとへこんじゃってるから、若干前に出してあげたりして。で、今度は下からなんすけど、これはアクティブエレメント、アクティブ要素ってやつを選択して、で、こんな感じで、最後に選択したものにこう近づけるみたいな、ちょっとプロポーショナル編集切って、いうことができますんで、動かしたいやつを選択、で、最後に選択した、近づけたいやつを選択して、こうやって近づけていくみたいな。これあれだな。下あんま動かせない方がいいな。もっと上を動かした方がいい。こんな感じで。もうめんどくさいんで、普通にちょっと雑にやっちゃいますけど。ちょっとこの、チークが上に持ち上がるっていうのが意味わかんないかもしれませんが。とりあえず一旦雑にこんな感じで。で、ちょっと白目が飛び抜けてるんで、これも、ちょっといいや、白目後でやろう。で、まつげ、眉毛もちょっと下げてあげたりとか、これもちょっと下げてあげたりするといいかも。こんな感じ。で、次は、オルト H で
このさっき隠れてたまつげを出現させて、今度はこのまつげを合わせていきます。この辺はちょっとむずいかも。で、白目が飛び抜けているところがあるんで、白目選択して、ちょっと下げつつの奥に入れつつで、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとその中間地点とか見ると飛び抜けているとこありますが、ちょっとこんな感じで勘弁してもらいたいですね。はい。時間をかければ誰でもできるとこなのかなと思います。はい。綺麗にやろうと思うと結構時間かかりますね、ここは。で、そしたら、この反対側はクロードにやらせましょう。シェイプキーのキー1で左目を閉じるアニメーションを作った。これを右側にも同じアニメーションを作ってほしい。はい、今クロードが作ってくれましたね。あれあれうまくいってないですね。右目失敗してる。はい、こんな感じで両目閉じるアニメーションができましたね。あとは簡単にできるやつで言うと、こういう驚きの目をちっちゃくすれば簡単に驚きのアニメーションになったりします。という感じで AI モデリングの解説はこれで以上にさせていただいて、衣装の制作はメンバーシップの方でやっていこうかなと思います。はい。っていう感じでした。これが僕のやり方ですね。はい。
まあ、あとは Unity に持っていきたい人は、クロードコードに、これ Unity に持ってってって言えば、持っていけるんで、そのエクスポート関連結構難しいと思うんですけど、そういう難しくてめんどくさくて楽しくない作業っていうのはもう AI 激必要なんで、ガンガン任せていくといいのかなと思いましたね。で、こういうなんか色作りとか、ライティングとか、こういう楽しいことだけをやればいいんで、このなんか AI の進化によってキャラクターモデリングなくなるのかっていうよりかも、しんどいところは AI がやってくれて、自分がこだわりたいとこだけやれるっていう感じになってますんで、まあ今、ブレンダー始めるの一番調子いいのかなと思いますね。っていう感じでした。まあこの動画の中で今のとこわかんないよっていうのあったら、僕が言った内容そのままクロードコードに言ったりとか、この動画のスクショ撮ってこれどういうことみたいな、これと同じことしたいとか言えば、クロードコードを理解してくれてやってくれるんで、で、一回うまくいかなくても、出された結果に対してもう一回それ文句言って、こことここできてないとか、こことここはうまくいっているとか、そういうのを指示してあげれば、どんどん自分の思ってるところに近づいていきますんで、ぜひね、そんな感じで活用していけるといいのかなと思います。じゃあ今回の AI を使ったモデリング動画は、これで以上とさせていただきます。こんなん作り方解説してほしいとかあったらね、コメント欄でもらえれば対応していくかもしれないし、しないかもしれないです。まあこういうのニーズあるんだなっていうの参考にはなりますんで、ぜひ教えていただければなと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ありがとうございました。失礼します。